こんにちは。PTA 鳥チャンネルの時間になりました。今日はですね、私はもうワールドベースボールクラシック、WBC をアメリカのマイアミの方で、準決勝と決勝の2試合を、観戦して、お帰りなさいませ。ありがとうございます。晴れて日本が優勝ということで、侍ジャパンの、優勝をこの目で見ることが、できたんですけど、すごい盛り上がりでしたね。で本当にね、これ聞いてくださってる方もそうなんですけど、いろんな方から、ツイッターとかも含めてメッセージをおめでとうございますって僕に言っていただいたというか持ってますねとかも含めていろいろ言っていただいたっていうのがありますけど、本当にありがとうございました。で今回ですね、私はANA のビジネスクラスをマイレージで取ることができて、新型のビジネスクラスのザルームという個室型で、ちょっと向きが反対になる席もあるんですけど、そちらの方の取材も合わせてやっておりますので、これ後日、この鳥チャンネルの方で、ちゃんと取材許可を取った上で今回取材をさせていただいてますので、ご期待ということで、そちらも含めてと、あとまたニューヨークのね交通事情の話なんかも、出したいと思ってますので、よろしくお願いいたしますということで、今日はじゃあまたニュースということで佐久間さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。それでは今週のエアラインニュースです。ANA 特別塗装機ピカチュウジェット NH を6月4日就航。 ANA とポケモンは特別塗装機ピカチュウジェット NH を6月4日から就航することを発表しました。 ANA グループがポケモンが展開する空飛ぶピカチュウプロジェクトに参加するもので、ピカチュウジェットはこれまでにスカイマーク、スクート、ティーウェイ航空、チャイナエアラインなどで運航しています。国際線仕様のボーイング787-9型機の左右にリザードン、ラティアス、ラティオス、ビビオンなどの空を飛ぶポケモンたちが世界中から集まって空飛ぶピカチュウと一緒にみんなで希望の光へと進んでいる様子を描きます。運航期間は5年間で、機内デザインや機内で配布するオリジナルグッズは後日発表する予定です。こちらのニュースですけど、すでにスカイマークとかで、このピカチュウジェットというのが飛んでまして、ANA も昔はポケモンジェットっていうので、かなり話題になったっていうのがありますけど、全面これピカチュウを含めたちょっとキャラクターね、僕もピカチュウしかわからないっていう状況ではあるんですけど、知ってます？そこそこ有名どころは。なるほど。で今回国際線の機内、機体にということで、5年間描かれるということで、就航が6月4日になりますので、また5月末ぐらいにはまた、我々メディア向けのお披露目なんかもあるんじゃないかなと思ってますので、その際にはまたちょっと、写真も含めてレポートしたいなというふうに思ってます。楽しみにしたいと思います。お願いいたします。JAL 2026年からボーイング737-8型機を導入へ。 JAL は3月23日、ボーイング737-8型機を2026年から導入すると発表しました。現行のボーイング737-800型機の後継機となるもので、確定21機の購入契約を締結しました。JAL がボーイングの新モデルを発注するのは18年ぶりです。ボーイング737-8型機は新型エンジンや空力性能の向上により、現行のボーイング737-800型機と比較して CO2 排出量を約 15% 削減できるとされています。 JAL は2050年のカーボンニュートラルに向けて機材更新を進めており、大型機についてはボーイング777型機からエアバス A350 型機への置き換えが進んでいる中、 JAL の赤坂祐二社長は中型機、小型機については一世代前の飛行機がまだ90機ほどあると背景を説明し、21機にとどまらず着実に更新していくと話しました。
このニュースなんですが、日本航空 JAL は今小型機を、この機体の更新をしていかなきゃいけない、20年以上機体が立っているものも多いので、その中でエアバス機を使うか、ヨーロッパのエアバス機を使うか、アメリカのボーイング機を使うかということで、大型機はすべてエアバスの A350 という、もう国内線の幹線路線も飛んでますし、今年の秋以降にはニューヨーク線に国際線の350ダッシュ線っていう、今までのボーイング777に置き換える飛行機っていうのを出していくっていうことを発表してましたけど、小型機どうするんだろうなと思ってたんですが、エアバスの A320 もしくは321LR とか321ネオとかって飛行機の選定もあったんですが、今回はアメリカのボーイングに18年ぶりにということで、昔はね、日本の航空会社ってもうできる限りはアメリカとの関係があって、ボーイングを選んでたっていうのが背景にありましたけど、最近は条件がいい方という形で、おそらくだから今回もいろんな条件面を見て、ボーイングの方を選択したということで、これ国内線にも国際線にも両方使うことができる機体で、この737ダッシュ8になると東南アジアまでも飛ばすことはできるということなので、この使われ方とか、あと機内のインテリアとか座席がどういうことになるのかなも含めて、注目していきたいなというふうには思っております。26年なのでまだ導入まで3年間ありますので、その間にちょっとどんなシートになるか楽しみです。はい、じゃあお願いいたします。はい、それでは続いてのニュースです。タイエアアジア X 成田バンコク線を増便で1日2往復に。タイエアアジア X は成田バンコクスワナンプーム線を3月26日から始まる夏スケジュールから増便しました。従来の週10往復から1日2往復に増便となります。機材はエアバス A330 ダッシュ300型機で運航します。また関西バンコクスワンナプーム線も3月26日より週11往復、福岡バンコクドンムアン線も3月26日より1日1往復に増便しており、福岡線にはエアバス A321 ネオが投入されています。こちらのニュースですけど、やはりインバウンドが急激に日本に戻っているということで、もう2月の段階でも150万人弱が来てて、おそらく4月に関してはもう200万人超えはほぼ間違いないかなって月間で、そうすると年間の訪日外国人もおそらく2500万からを超えてくるんじゃないかなっていう今状況になっている中で、その中で大きな役割を果たしているのはこのやっぱりエアアジアの長距離線という中距離線ですね。クアラルンプールとかバンコクとかですけど、コロナ前この成田バンコク1日3往復このタイエアアジア X 飛んでましたけど、まずこれで2往復まで戻ってきました。あと関西空港とか福岡の便も戻ってくるということで、もうあとは入国審査の行列とか、外国の方今すごいね、1時間2時間入国審査で待つっていうのも、多くあるという状況もありますけど、やっとなんか本当に東南アジアからのインバウンドに関してが、ほぼコロナ前のところまで戻ってきそうだなっていう、そういった意味で取り上げましたけど、こちら成田から、日本人が使う場合も安い券結構出てるので、成田発が朝の9時15分と14時45分発なので、朝行って、9時台の便乗れば14時にバンコク着きますので、夕食食べることできますし、あと夕方の午後の便で行くのは、半日仕事してから行くってこともできて、夜着っていうふうになりますし、帰りもあと深夜便と朝便と両方ありますので、上手に選んでもいいですし、あとLCC は片道ずつ使えるので、他にジップエアとかスクートとか、いろんな会社あるので、そこら辺も含めて、やっていくのがいいのかなというふうに、思います。ちょっとやっと外国が元気になってきたなというところもそうですね。タイからの訪日客も本当に多いですしね。そうですね。今回アメリカ行ってもそうなんですけども、今ね、日本人の海外旅行がまだ 35% しか2月の時点でコロナ前に比べて戻っていない。その中で外国の方の戻りが早いということで、飛行機自体は混んでるけど、あとはね、やっぱり日本人がもっと海外旅行に行けるような環境になったらいいなというふうに、思います。ちょっとね、我々も含めてやっぱり海外旅行行きたくなるような、形でまた引き続き、いろんなニュースをお伝えしていきたいと思います。ということで、鳥チャンネル、今週もどうもありがとうございました。